はじめまして、神さんの感情の解放です。心地のいい感情は個性と可能性を引き出してくれます。今日は不安と心配で頭がいっぱいになるという感情と思考についてお話ししていきます。何かわからないけど不安で仕方がない。心配が頭から離れない。こんな悩みを持っている方もすぐに気が楽になる感情の解放の方法もお伝えします。ぜひ最後まで聞いてほしいです。最後のところにまとめてありますので、忙しい時間のない方はその部分を見ていただければと思います。この動画を見ることで常にもういらないと感じている感情を一つでも多く解放して身軽な波動にする。感情の解放を浄化として受け入れていくことができます。心が平和で豊かな毎日に近づいていきます。毎日感じているすべての感情はあなたが選んでいます。実はすべての感情はあなたの自作自演で体験しています。もう使いたくない、いらない感情を感じたときには、今までの考えてきた記憶、考えてきた思考です。感情の解放は感じる思考に近づけてくれます。地球人の個性の気づきや新しい可能性を見つけることができます。感情を解放することは個性という強みに気づき、自分を信じていくことにつながります。ポジティブとネガティブのバランスを取ることで心が軽やかになり、身軽な行動が取れることになります。内面の自分と会話ができるようになると、今までのネガティブな考え方や固定概念は全く必要はないことに気づくことができます。では、不安と心配で頭がいっぱいになるこのネガティブな感情について、この感情は過去に経験したことや未来のことを考えることで出てくるネガティブな感情です。この感情はなぜ起きるのか、その感情はどのように解放していくのか、左脳の特徴についても話していきますね。この感情は太古の時代で狩りや集団生活で経験した恐れや不安から学んだ生物学的な誰しも持っている感情です。獣から逃げるために闘争反応やまたは戦闘態勢に入るために人間の祖先からこの思考が作られて、感情が体の痛みとなって人間が進化してきた遺伝子レベルの感情です。不安と心配の感情は脳の扁桃体がノルアドレナリンとコルチゾールのストレスホルモンを分泌させることで起きてきます。不安な時にいても立ってもいられなくて呼吸が速くなり、汗をかいて震えが止まらない。経験したことありませんか？この症状は消化機能を弱めてしまうため食欲がなくなります。さらにお腹が痛くなるような不快な症状を作ります。この感情は太古から人間の遺伝子の中にあるものです。実は脳と神経伝達ホルモンに原因があります。今日の感情の解放の不安と心配で頭がいっぱいになる思考と感情を消すにはどうしたらいいのか。まずは快適な思考の仕組みを作ることと、結論から言ってしまうと不安のメカニズムを知ることです。不安のからくりが分かれば簡単に不安を止めることができます。不安のメカニズムと不安を消す方法は心理学の基本なので聞いたこともあるかもしれませんね。この感情が起きる一つ目は人間の遺伝子レベルで感じてしまう誰しも持っている感情だということです。今の時代は一人でいても獣に襲われることもありません。現代は言葉がありますから危険はある程度察知できます。実は不安は現代にはあまりいらない感情です。顔面蒼白になるほどのひどい不安はただ邪魔になるだけです。先ほどのストレスホルモンを出さないようにすることができれば不安は消えていきます。
ネガティブと言われている感情が出てくるときには、今までの生きてきて自分が危険を察知して自分を守るために考えてきた記憶のようなものです。ネガティブな感情は悪いとかいいとかではありません。感情を作り出して体感しているだけなんです。思い込みや概念が安心できる状況を作って自分を守るためにその感情を選んでいます。今の感情は体感するために選んだ 100% の感情です。ネガティブの感情は今必要なことを伝えて教えてくれています。思い込みや概念やエゴの意識の向かい合いを促してくれています。ネガティブな言葉から選んで今の感情を作ります。溜め込んできたトラウマやネガティブな感情を体の中に溜め込むことは体には良くないんです。いろいろな病気を作ります。体が教えてくれています。過度なネガティブの感情の波動は体から外していくことがあなたしかできない改善の方法です。体の外に解消していくことは健康にもとってもいいわけです。2つ目の不安を消す方法は足を使う運動です。縄文時代はまだ乗り物がなかった時代だと言われています。大昔は常に足を使って生活していたんだと思います。不安の症状は逃げろのサインですから、体が動けば不安を和らげてくれるリラックスさせるホルモンのセロトニンが出てきます。正常に戻してくれるので、ウォーキングやジョギングがおすすめです。この状態にする感情には脳科学的な解決があると知れば、不安や心配に対処していくことができます。不安になるときには何が原因で不安になるのかを考えてみます。不安になったりする人は左脳の特性が強すぎる状態です。不安や心配は現代にはあまり必要のない感情です。左脳の特性で好ましくない性質があります。それは今持っている情報から何かしらのストーリー、つまり物語を作り上げてしまうことです。不安とか心配とか感じる物語です。もしもとか何々だったらどうしようってことです。勝手に左脳がどんどん作り出して脳の空白を埋めていきます。物事を順序立てて考えることに優れている左脳は大量の情報を処理するのが得意なんです。左脳は脳の空白を埋めてしまうという能力があるんです。どっちがいいとか悪いとかの分析も左脳の特性です。右脳だけ、左脳だけではなく、左右のバランスが快適なのが理想的です。人間がこの現実世界で生きる上で、右脳、左脳、両方の特性は必要です。左脳の最終的な答えは、わからないことです。不安と心配の原因は、まだ起きていないことや、持っている情報から何かしらの物語を作り出して妄想している状態とも言えます。ここから感情の解放をしていきます。もういらない感情が出てきた時には、まずは今の感情が出てきたことをしっかり認めます。出てきたいらない感情のことはあまり重く深く考えずに軽い感じで、理由はなくていいんです。理由なんて考えていたら感情を解放するどころかまたネガティブな感情を作ります。出てきたそんな感情が自分の中にあったんだなぁとさらっとドライな感じでいいんです。地球上の波動は常に二元性を持っています。ネガティブな波動はポジティブな波動が同時に発生する、同時に起きる、起こす波動です。ネガティブな感情は他者との波動を変えて起こしています。自分が選択したネガティブな感情を今体感しているということは、選択した感情をすぐにポジティブな感情に置き換えられます。二元性を持つ反対の波動は持っているから起きているんです。地球人は幸せになるために地球に生きています。幸せを感じる感情を選択してください。その時点でポジティブな感情を体感してハッピーな自分もいます。いつも感情の断捨離のイメージができるようにしておきます。今日の解放のワークは
運動です。あなたが好きな体を動かすことで、散歩や自転車で近くに出かけることでもいいと思います。体を動かすことで、右脳の働きかけをすることができます。お水を飲んでほしいです。お水は体の中の細胞に思いを伝達してくれる高い波動の存在です。そうすると体が少しずつ軽くなるのを感じるはずです。いろんな状況でいろんな感情が出てくるのは、その感情を使って生きてきたからです。シチュエーションによっては違う形でまた出てきたって思うことがあります。今までその感情をたくさん感じて多く体験してきたからです。感情が出てきた時には、こんな感情が出てきたと感じるだけでいいんです。理由なんてどうでもよくて、ああ、こんな感情が自分の中にあったんだなーってさらっと俯瞰するだけでいいんです。ネガティブな感情も地球で体感したかった感情です。もういらないのであればお返ししていくイメージです。体が軽やかに気が楽になっていきます。体も感情も思考も言葉もすべて波動です。ネガティブな感情は体に負担をかけています。ネガティブな言葉は口から毒を出して周りの環境を悪くしてしまいます。体に今までの感謝をしながら愛を届けていきます。いらない感情の波動を手放すことは、あなたがあなたを守ることになり、体はいつも味方で地球人生の本当のパートナーです。脳の使い方が変われば思考が変わり始めて、習慣も細胞の働きもどんどん変わります。いらない感情が出てきた時には、この順番で感情の解放を続けていきます。どんな時でもあなたから出てきた感情に気づき、意識することが大切です。感情の解放をし続けていくことで、思考が変化して、脳が考えてきた思考から感じる思考に変わっていることに気がつきます。体は数十兆個の細胞でできていて、常に細胞は生まれ変わり続けています。体の中で常に循環をしています。だから体はあなたの感情、思考の変化も十分に分かっています。思考が変わると細胞も新しくなっていき、循環していきます。体はあなたの本当のパートナーです。ここでまとめです。もしも地震が起きたらどうしよう。仕事や人間関係においても上司に怒られたらどうしよう。パートナーに嫌われたらどうしようって考える。これが不安や心配で、左脳が悪い方に物事を作り出して繰り返す思考のループの形成です。そして空白に勝手に埋めていくんですね。不安や悩みをずっと考えさせているのは左脳の特性です。しかし不安や心配、悩みっていうのは自分自身の性格だと思いがちですが、実は分離をさせている左脳が勝手に作り出しているんです。なぜなら左脳で思考して危険を回避してきた時代から遺伝子に組み込まれているからです。悪いことを考えれば考えるほど、その回路が強くなって抜け出せなくなってしまう。不安や心配を考える思考パターンが強くなると、外からのちょっとした刺激で左脳回路が開きます。心にも繰り返すループができます。知らず知らずのうちに最悪な事態を考えるようになります。今の時代にはさほど必要のない感情です。どうしたらそのループから抜け出せるのか。まず簡単な方法として、左脳の思考のループを始まったなと思ったら、左脳に対してお願いをしてみることです。って思いましたか？いろいろと分析してくれるのはありがたいんだけど、その考え方はやめてくれませんかってお願いしてみるんです。この言葉はネガティブにならないように気をつけていればいいだけで、好きな言葉でいいです。意外と伝わりますよ。ボディーランゲージも入れた方が効果的だそうです。話が少し違いますが、私の場合、目が痛くなることが多くて、頭痛や腰痛で
安静にしている状態で脳に話しかけています。痛くして教えてくれてありがとう。もう分かったから痛くしなくていいよって言うと少し痛みが和らぎます。ひどい時には薬もありですが、脳に働きかけることで和らぐことが多いので試してはどうでしょうか。脳が痛みを出しているということがわかります。話を戻しますね。もう一つは左脳に好きなだけ喋らせて静かになるまで放っておくことです。左脳の思考と自分自身が気づきながら体感しまくる感じです。左脳の最終的な答えはわからないなんです。何に不安で何が心配なのかわからないことを体感できます。それ以上の体感は無意味とわかり、そのうち不安や心配に飽きてきます。そんな自分を知ることができます。右脳につながっているときは平和で感謝に満ち溢れている感覚を受けるからなんです。未来や過去から思考する左脳の仕組みも知ることで、心配や不安の思考パターンも特徴も話してきました。不安や心配を消す方法の最後の一つは、今に集中することですね。右脳は目の前にあることをただ事実として感じて、今の体の状態に集中する。右脳は体と呼吸に集中することで働き始めます。今まで左脳が何かに対して判断と分析をしてくれています。人間はそこで判断をつけることができています。無意識に反応したり、考えを批判したり、いい悪いとかを判断つけてしまうのもすべて左脳の特徴です。自分が今判断していることを知ることです。ニュートラルな目線でいいとか悪いとか判断せずに、右脳にもつながることで不安や心配することから距離を置けるようになります。思考のループに陥らないようになっていきます。まずは今どんな思考をしているのか注意深く意識して観察できるようにします。それが右脳なのか左脳なのか、大体は左脳ですが、そこで不安や心配の原因、判断しているものは何かっていうことをそのまま受け止めてみると楽になってくると思います。不安や心配で頭がいっぱいになってくることからも距離が取れるようになります。多少の忍耐と自身の意思も必要になってくるんですが、選択できる意思があることで不安と心配は出てこなくなるんです。常に感情の波動に意識します。あなたの望む未来は今ここにあること、ここに生きていることに心から喜んで感謝することで、今まで考えてきた記憶、考える思考はすぐに感じる思考に変化していきます。私が今まで体験してきた感情の解放のワークを随時配信していきたいと思います。この動画が役に立った、面白かった、参考になったのであればコメントで教えていただけたら嬉しいです。これからの動画作りの参考にします。チャンネル登録お願いします。高評価とても励みになります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。心より感謝いたします。